今日はバイクでアンコールトムと呼ばれる遺跡群の中のバイオ遺跡を見に行きます。バイクは3日で30ドル、6ドル負けてもらいました。まずはチケットを買いに行きます。アンコールワット遺跡群から少し離れたところに大きな建物のチケット売り場が。私たちは滞在も4日間でしたので3日券を購入しました。初めに言っておきたい。3日では足りなかった。すべて見切れてません。必ずまた来ます。中に入るとずらりと発見所が並んでます。1日券37ドル、2日券62ドル、7日券72ドルです。その場で写真を撮って顔写真入りのチケットが発券されます。隣の売店でチケットケースも売ってます。50セント。いらないかなって思ったんですが、汗だくになるし、チケット確認所があちこちにあるので、ケースに入ってると便利だと思います。そこから15分ほどでアンコール遺跡群周辺に到着です。お堀が見えたときは叫びました。興奮します。広大な遺跡群です。観光客ももちろんたくさんいましたが、地元の人たちとおぼしき人たちがお堀の周りでくつろいでる姿も見られました。早速南大門が出迎えてくれました。両脇にはナーガという大蛇を引っ張る神々とアシュラの像がずらりと並んでます。これも圧巻です。お猿さんもいました。森の中でとっても気持ちがいいです。駐車場は無料です。これが万葉遺跡です。入り口の前にはガイドさんたちがたくさん並んでて、10ドルでお願いできるようです。日本語がとっても上手な方も見かけました。私たちは地球の歩き方やネットの情報で予習して見たいレリーフを決めていったのでお願いしませんでしたが、時折聞こえる情報で大変勉強させてもらいました。第一回路と第二回路があるのですが、ほとんどが崩れていて位置確認が難しかったです。そして中央指導は改修中のため入ることができませんでした。外側にあるレリーフには入会各班とか中国の方たちの生活の様子などがレリーフとして綺麗に残ってて、やっぱり感動です。外には崩れた岩が綺麗に積み上げられていたのですが、修復ってこれをパズルみたいに戻すのかなって思うと、ちょっとお手伝いしたいなっていう気持ちになりました。一つ一つにまだレリーフが残っている状態で積み上げられてました。暑さの限界で外に出ると遺跡の前には猿の親子たちがたくさんいます。大きな遺跡の周りにもこういう遺跡がずらりと並んでます。次は隣のバイオ遺跡の隣の象のテラスに向かいます。Google マップで歩いて15分で出てきたんですが、とても歩いて行って戻ってくる元気はありませんでしたので、バイクで移動します。象のテラスは越平を行ったところだそうです。ここに何を見に来たかというと、ガルーダという会長がテラスを支えるためにずらりと並んでいるらしいので、それを見に来ました。ガルーダだけじゃなくて、ライオンとガルーダが一体化したガジャシンハという像と交互に並んでいるそうで、表情も全部一個一個違うそうです。活動限界を超えたのでホテルに戻ります。水はたくさん飲んでるのにトイレには行きたくなりません。遺跡に行かれる方、熱中症に本当に気をつけてくださいませ。ホテルに戻って一風呂浴びた後は夕食を食べに市街に向かいます。今日はパブストリートの近くにある野外のフードコートみたいなところに行きました。この日はアモックフライドヌードルとアモックカレー
あとはリベンジの空心菜炒めを注文しました。ここも1皿3ドルぐらいです。辛さもちょうどよくてとっても美味しかったです。デザートにココナッツアイスも頼みました。1.5 ドルです。明日も活動できそうです。実はこの日の朝、3、40匹の蚊に囲まれて目が覚めたんです。刺されはしなかったんですが、喋ると口に入ってくるぐらいの量がいて、蚊取り線香を夜炊くことにしましたが、コイルが取れません。明日の朝はいかに。ご視聴ありがとうございました。